皆さんこんにちは、Tスタジオです。よろしくお願いします。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指しておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。ということで、今回はソニーの ZV-E1 についてお話をしようかなと思います。少し前に α7-5 が登場して、この間は FX5 も発表されまして、ソニーの動画が撮れるカメラの選択肢って本当にたくさん増えたなって思うんですけど、そうなると気になってくるのが、この2023年に出た ZV-E1 って今から買っても大丈夫なんだろうかっていうところだと思うんですよね。私的には今でもこのカメラすごくいいカメラだと思っているので、買いだと思っています。動画をきれいに撮りたいのであれば、今でも十分に買う価値があるカメラだと思っていますし、写真についても実は結構きれいに撮れるんですが、じゃあその線引きはどこにあるんだろうかっていうところを実際に2年以上使ってきた感覚からお話をしていこうかなと思います。私は購入してからだいたい2年以上、今でもこのチャンネルの動画のほとんどはこの ZV-E1 で撮ってきているので、そのあたりの実感も含めてお伝えできればなと思います。確か ZV-E1 が出た時ってソニーのフルサイズカメラの中であの軽さであそこまで動画に振り切ったカメラってあんまりなかった気がするんですよね。なので当時は最新の Vlog カメラっていう立ち位置だったと思うんですけど、ただそこから α7-4 が出て α7-5 が出て FX3 とか FX5 も発表されてという風に選択肢が増えてきました。そうなると ZV-E1 の立ち位置って最新のカメラではなくなってしまうんですけど、その代わりに価格が随分下がって購入しやすくなってきてると思うんですよね。今の ZV-E1 って最新の Vlog カメラではないんですけど、フルサイズで S-Log3 が撮れるカメラを当時よりもだいぶ手の届く値段で買える選択肢になったと思っていて、α7S3 と同等のスペックのセンサーを持っていて、価格もだいたい今は20万円くらいで買えるので、私は動画を趣味でやりたい方にはこれをおすすめしたいなと思います。おすすめしたい理由はいくつかあるんですけど、まず一番大きいのがやっぱり軽さですよね。もうこれに尽きると思っていて、とはいえ正直に言っておくと、私の場合は ZV-E1 にこの 2470mm の F2.8 の GM2 をつけて撮ることがほぼ9割くらいなので、結局トータルではそれなりの重さにはなってはしまうんですよね。それでもボディだけでも軽いっていうのは本当に助かってます。私はカメラに関する発信を一応しているので、撮影に使うカメラとそれを撮る用の動画撮影のカメラとどうしても2台持っていかなくちゃいけないので、車移動であるとはいえなるべく軽くて小さい方がありがたいなっていうのが正直なところです。そしてもう一つが S-Log3 で撮った時の色ですね。個人的に α7C2 で撮る映像よりも綺麗だと感じています。このカメラを使うようになってから実感しているのが B ロールとかを撮るときにこのカメラがやっぱり一番活躍してくれているっていうことなんですけど、手持ちで撮っても手ぶれを抑えたいですし、印象的に見せたいシーンだと60p とか 120p で撮りたくなるんですけど、そういう時にやっぱり ZV-E1 っていいよなと感じます。なので動画を綺麗に撮りたいっていう理由で買うのであれば、ここは今でも本当に十分に活躍してくれるカメラだと思っています。ただ正直に言うと、困っているところがいくつかあるので、そちらについても一応お話はしておこうかなと思います。もしかしたら他の動画でもちらっとお話ししたことがあったかもしれないんですけど、一つ目が背面のモニターですね。屋外で撮影するときに見えなくて困ることが本当に多くて、フレーミングが合ってるのかすらわからないので帰ってから確認するみたいなこともたまにあったりします。
今まではこういうものだしなっていうふうに思って使っていたんですけど、一度大きくて綺麗なモニターを見てしまうと、ここはやっぱりちょっと気になってしまうようになりました。そうかといってじゃあ外部モニターをつければいいのではって思われる方もいるかもしれないんですけど、私は今のところ導入する予定はないなと思っていて、もちろん外部モニターがあるとめちゃくちゃいいとは思うんですけど、足してしまうとさっきお話ししたその軽さっていう一番のメリットがなくなってしまうので、困ってはいるんですけど、天秤にかけるとやっぱり軽さを優先したいなっていう感じなので、今後も一応そのまま使っていくと思います。そして2つ目がグリップですね。さっきお話しした通り、私は 2470mm の GM2 をつけていることが多いので、グリップで握るっていうよりかは、レンズ本体を下から左手で支えて両手で構えるっていうような持ち方になるんですよね。慣れはしたんですけど、やっぱり右利きなので右手で主に持てる方が楽だなって思うことはあります。先日 FX5 の体験会に行ってカメラを触らせてもらった時に、グリップがしっかりしているとこんなに持ちやすいんだなっていうことを改めて実感したので、なおさらグリップについては、ないものねだりにはなってしまうんですけど、深かったらいいなと思ってしまいました。そして3つ目が画素数ですね。ZV-E1 は有効画素数が1200万画素でして、これは私も正直写真を撮るぞっていう場面ではちょっと足りないことがあるなと感じることがあります。ただ、誤解のないようにお伝えをしておくと、クロップしなければ普通に綺麗に撮れます。SNS に上げるくらいのサイズであればまず困ることはないと思いますし、私も普段 SNS、インスタグラムのストーリーズとかは ZV-E1 で撮った写真を上げたりとかもしています。あとは私の場合だと動画から写真に切り出して SNS に上げるっていうこともよくやっていて、やっぱり S-Log3 の色が私は好きなので、そういう使い方もよくします。そんな感じでちょっとお話はそれましたけど、よくコメントとか DM で写真も撮れますかっていうふうに聞かれるんですけど、私は撮れますよとお答えをしています。ただ大きくプリントしたいとか思いっきりトリミングして使いたいっていう方は、そこは正直に別のカメラを考えていただいた方が、幸せなのかなと思っています。前に ZV-1 の軽さと S-Log3 の良さをそのままにして EVF がついて静止画も2400万画素以上で撮れるモデルが出たら、その時は乗り換えるかもしれませんといったことが確かあったと思うんですけど、今もその条件自体が変わったわけではないんですけど、その時と比べたら優先順位は結構変わったなっていうふうに自分の中では思っていて、あの時は確かファインダーが欲しいっていうのと、あと画素数の話ばかりしてたんですけど、この1年実際に困った回数でいうと圧倒的に多かったのはやっぱり背面モニターだったんですよね。なので今ならまずサイズと軽さは絶対条件で、その上で S-Log3 の色と、白飛びのその戻り具合が今と同じかとか、それ以上であること、そして背面モニターがもう少し大きくなってくれるとぜひ乗り換えをしたいなって思っています。そんな感じで、ないものねだりみたいなわがままなお話はしましたが、2026年でも ZV-1 はやっぱり買いだと思います。私自身上位機を触ってみる機会もありましたけど、それでも買い替えずに使っているので、そこは割と自信を持ってお勧めできるかなと思っています。いいカメラだったり新しいカメラを触ると、どうしても自分のカメラが古く見えてしまう瞬間もあるとは思うんですけど、実際に自分の撮り方にはやっぱりこのカメラが一番合ってると思いますし、必要なものと欲しいものって結構違うんだなっていうのを改めて思いましたね。そんな感じで簡単にお話はしてみましたが、最後にこのカメラが合う人合わない人をお話ししようかなと思います。私がこのカメラをおすすめしたいなと思う人は、まず動画がメインで自撮りだったりとか Vlog を気軽に撮りたいっていう方、
それからログで撮って自分の色を楽しみたいなっていう方におすすめしたいです。軽さのおかげでいろんな場所で撮影を楽しめるっていうのは思っている以上に大事だなと最近特に思っています。あとはフルサイズで S-Log3 が撮れるカメラをなるべく抑えた予算で手に入れたいという方にも今の価格を考えるとかなりいい選択肢なんじゃないかなと思っています。逆に他のカメラの方がいいのかなって思う方はやっぱり写真をしっかりと撮りたいという方、大きくプリントしたいとか、それからファインダーが欲しいなっていう方ですね。あとは屋外での撮影が中心という方も背面モニターのところで同じように困る可能性が高いので、そこは正直にお伝えしておきたいなっていうところですかね。この辺りで迷っている方は ZV-E1 と α7C2 と α6700 の3台を比較した動画でも詳しくお話はしているので、合わせて見ていただけたらと思います。ということで今回は α7-5 や FX5 が出た今、 ZV-E1 は買いなのかというお話をしてきました。新しいカメラが出るとどうしても前のモデルが古くなってきてしまうんですけど、値段が下がって手が届きやすくなるっていうのは買う側にとってはめちゃくちゃチャンスだったりもするので、最新じゃなくても全然いい買い物ができるんじゃないかなと思っています。皆さんが今気になっているカメラやなんだかんだ手放せないそんな1台があればぜひコメントで教えていただけたらなと思います。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたらぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。